こんにちは、作曲家ギタリストの黒沢大輔です。今回の動画もソニックワイヤーさんよりご提供いただきましたボグレンデジタル社の IRDX というプラグインをレビューしていきます。こちらのプラグインはお好きなアンプシミュレーターの後にインサートすると効果を得られるというちょっと特殊なプラグインなのですが、早速チェックしてみたいと思います。はい。では、まず使い方としては非常にシンプルで、アンプシミュレーターの後にこの IRDX をインサートするという使い方になっています。アンプシミュレーター自体はどのメーカーのものでも良いとのことです。ですので、極論アンプシミュレーターじゃなくても、もうアンプの音が出来上がってる。例えばこういった音。こういったトラックに IRDX をインサートしてもいいようです。ではどういった変化が得られるか、オンオフしながら聞いてみましょう。はい、こんな感じで、聞いた感じの印象としては、ちょっとミッドローの方がギュッと増強されて、若干サチュレーションのような歪みもかかるのかなと思います。で、どういった処理が行われているかっていうのは、公式のサイトを見てもあまり詳しくは語られていなくて、ダイナミクス表現を強化するプラグインですというような、ちょっと抽象的な表現なんですが、ちょっといろいろ解説を見ていくと、コンプレッションとか歪みという表現が出てくるので、おそらくそういった処理が加わっているんだと思います。で、推測ですが、実際のキャビネットはある程度大きな音量を出すと、ちょっとビリビリというような空気が揺れるようなサウンドが加わることがあるので、そういった挙動をシミュレーションしているのかなと思いました。で、フラクタルオーディオの AXE-FX2 と AX8 と使ったことがあるんですが、それにスピーカーブレイクアップっていうちょっとマニアックなパラメーターですけど、そういうのがあって、それを上げていくと、似たような結果が得られるので、それとも近いものかなと思います。で、本当微々たる変化といえばそれまでなのですが、試しに100以上に上げてみたりとか、あとインテンスという方を選択するとまた違ったかかり方をするようなので、これもちょっと聞き比べてみましょう。はい、こんな感じでノーマルとインテンスのちょっと強調される帯域が変わる印象です。で、機能としてはこれが全てなのですが、入力される音量と出力される音量の値がこのようにスライダーで決められるのですが、このあたりはキャリブレートっていうのを押すと自動的に適切なインとアウトにしてくれます。試しに一回0に戻してみます。で、キャリブレートっていうのを押して再生すると。はい、これで適切な値を自動的に決めてくれる。では左右にダブルトラックしたギターをバックトラック他の楽器と一緒に聴いてみましょう。で、再生しながらオンオフして変化を確認してみてください。はい、という感じで、微々たる変化ですが、ちょっと低音がぐっと迫力が増すような感じがします。で、これを自分だったらどうやって使っていくかなっていうのを考えたときに、もちろん全てのギタートラックに問答名で挿してもいいプラグインではあると思うんですが、
単体で聴いて迫力あるトラックが必ずしもミックスで最適解であるとは限らないので、というのは他の楽器を聴かせるためにローカットをしたりとかミドルのあたりをカットしたりとかっていう処理をすると思うので、もしかするとトラックが多くて、例えばシンセとかも鳴ってたりベースがブンブン鳴ってたりとかっていう楽曲とか、あとローのあたりはスッキリしてる方が全体としてのバランスはいいのかなと思います。逆に楽器数が少なくてどうもギターが上品すぎる感じがするなっていう時はこれを入れてあげるとより生々しさが加わるんじゃないかなと思いました。ですので調味料的に全てにかけるっていうわけではなくて、ちょっと物足りないなっていう時にあと一歩ガッツを加えてくれるようなプラグインかなと思いました。はい、いかがでしたでしょうか。動画で聞いているだけだとちょっと変化が分かりづらいかなと思いましたが、実際に自分の曲で試してみたりとか、あるいは演奏しながら試していただけるとより変化が分かりやすいかなと思います。普段自分はギター複数トラックをバスにまとめてちょっとサチュレーション加えるためにバスコンプ的なものをうっすらかけたりもするんですが、そういったニュアンスの使い方をしてもいいのかなと思いました。難点としてはちょっと価格がこの内容にしては割高かなというところですね。こちらのメーカー年に数回セールをすることがあるので、セールの期間を狙うと、そういうのもありなんじゃないかなと思います。というわけでこちらの動画がいいなと思っていただけましたら、高評価やチャンネル登録などをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。